AI でゲームを作るとき、みんな大体同じ5つのミスで転ぶ。うちは13日でゲームを1本完成させたが、正直に言うと全部踏んだ。全部完成したのに全部踏んだの。踏んだから分かった。今日はその5つをどう転んでどう立て直したかまで話す。最後まで見れば同じ場所で転ばずに済むよ。ゲームの話だけど AI に何かを作らせる人なら全員に聞くやつだからね。作ったのはカードを組み合わせて料理を作るブラウザゲームだ。実装はほぼ全部 AI。 その現場で実際に起きた話だ。じゃあ1つ目のミスからミス1丸投げ。その丸投げ打ちも初日にやった一番多いミスで、海外の解説でも必ず最初に上がるゲームを作ってと一発で投げるやつだ。でも AI って雑に頼んでもいい感じにしてくれるのが売りじゃないの。してくれる、それっぽくは。だが後で必ず作り直しになる。うちも画面の作りを途中で2回組み直した。最初に決めていれば丸ごといらなかった工程だ。うわー、じゃあ最初に何を決めておけばよかったの？画面のサイズ、対応する言語、素材の置き場所、この程度の1枚メモでいい。うちの反省はこの規模ならメモはいらないと思ったことだ。小さい作品でもいる。1枚でいいなら私でも書けそう。次のミスはミス2、掃除の後回し。後回しというのはコードの掃除の話だ。 AI は直すのが早い分いらなくなった書き方がどんどん残っていく。ちゃんと動いてるなら残ってても別に良くない。うちも最初はそう思っていた。最後に調べたら色や大きさを書いた設定が368箇所、どこにも使われずに眠っていた。動いてはいるが直すたびに AI が読む量が増えて遅く間違えやすくなっていく。気づかないうちに太っていくんだ。でもまとめて消すのって怖くない？怖い。だから消す前と後の画面を機械に重ねて見比べさせた。同じだと出たものだけ消す。そして貯めてから大掃除よりこまめにやる方がずっと楽だった。これは作った本人の実感だ。それ書きかけの資料がフォルダに溜まっていくのと一緒だね。3つ目はミス3、絵を全部 AI。3つ目は絵だ。ここは話が2つある。自分が AI で作った絵の話と最初から AI を使わなかった絵の話だ。分けて話す。同じ絵の話なのに分かれるんだ。まず AI で作った方、料理の絵64品だ。最初の出力はテカテカな上に構図も盛り付けも明らかにおかしくてとても美味しそうには見えなかった。確かに美味しそうじゃない。どう直したの？プロンプトの作り込みだ。昔に比べればご飯などの見た目の精度は上がっている。ただちゃんと美味しそうに見せるには人物の絵と比べて作り込みがいる。構図と盛り付けと照りの場所、そこまで指定してここまで変わった。うわ、別物だ。ちゃんと美味しそう。次に AI を使わなかった方、キャラクターの絵は最初から妻に任せた。どうして？料理と同じように作り込めばいいんじゃないの？作り込みにはその分野の土地勘がいるからだ。料理の絵は美味しそうの基準をこちらでかけた。だがキャラクターイラストの土地勘はうちでは妻の方がずっと高い。なら妻が描く方が早くて良いものになる。 AI を使う必要すらない。作り込める分野は作り込む。土地勘がない分野はある人に任せる。絵の話っていうより頼み方の話なんだね。じゃあ4つ目はミス4、報告を信じる。報告というのは AI の動きましたのことだ。あれをそのまま信じてはいけない。 AI が確かめているのはうまくいく道筋だけだからな。でも自分で全部の動きを試すなんて無理だよ。自分では試さない。人と機械に割り振る。うちはまず家族に遊んでもらった。すると引っかかりが14件出た。作った本人には見えない転び方ばかりだ。14件も身内って遠慮がなくて最高だね。画面の崩れの方は10種類の画面幅を機械にまとめて測らせた。人の目と機械では見える転び方が違うんだ。自分で確認じゃなくて自分以外に確認させるのか？
作った本人と作った AI は同じ思い込みを共有しているからな。第三者だけが転べる。第三者だけが転べる。名言っぽい。ミス5、終わりがない。最後のは私当てられるかも。飽きちゃうとか。近い。正確には終わりを決めないことだ。 AI で作っていると直せる場所が無限に見える。だからいつまでも完成しない。それ耳が痛い人いっぱいいそう。うちのゲームはどうやって終わったの？痛いのはうちも同じだった。だから完成の条件を数字にした。 AI にゲームを勝手に遊ぶプログラムを書かせて1万回走らせる。クリアの割合が狙いの帯に入った日を完成の日にした。それが13日目だ。終わりの日を自分で予言するみたいだね。予言に近い。決めた数字に届いたら直したい場所が残っていても出す。完成は気分ではなく条件にする。これが5つ目の対策だ。全部揃ったね。じゃあ最後にまとめて。5つのミスは根っこが同じだ。 AI は作るのが早すぎて人が決める前に作れてしまう。だから人の仕事は決めることによる。使用も掃除の頻度も絵の分担も試させ方も終わりもだ。作るのは任せても決めるのは任せちゃダメか。あれ、それって私が AI に文章を頼むときもまるっと同じじゃない。同じだ。資料でも文章でも頼む前に一つだけ決めてから頼む。それだけで転び方が変わる。このチャンネルではこうやって実際に作って確かめたことだけ話してるよ。今日の話に出てきたゲームは概要欄のリンクからブラウザですぐ遊べるの。1周5分だからぜひ一度触ってみてね。チャンネル登録でまた一緒に学ぼうね。メリノちゃんでした。